こんにちは、ギタリストの副島です。今日はですね、ギタリストの皆さんにぜひ知ってほしいとんでもない新感覚アイテムをご紹介します。突然ですが皆さん、ギターを弾いていてこんなことを思ったことありませんか？ワウやエクスプレッションペダルを使いたいんだけど足元の操作が忙しすぎる。ボリュームペダルとワウ両方使いたいんだけど足が足りない。ステージ上でもっと動いたり自由に演奏したい。最近音作りにマンネリしていて何か突き抜けたね新しい要素が欲しいと思ってる。僕自身ライブの現場で何度もそういうことをね思ってきました。そんな中で出会ったのがカシオのディメンションシフターです。でこれちょっとね大げさじゃなくてギター演奏の発想が変わるそんなアイテムだったんですね。ストラップと一体になったこのコントローラーを使うことで通常ワウやフィルターなどにエクスプレッションペダルを通してやる操作をなんとここで足を一切使わずにできるんですよ。今日の動画では実際の演奏を交えながらディメンションシフターの仕組み、ディメンションシフターで作り出せる新たなる音世界、そして実際にバンド演奏で使って感じてみたリアルなメリットやデメリットを紹介していきたいと思います。ギター表現力を新しい次元に広げていきたいそこのあなた、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。ではこのディメンションシフターなんですけど、これが一体何なのかもう超ざっくり解説すると、要はストラップと完全に一体となったエクスプレッションペダル、ペダルコントローラーなんですね。普通はエクスプレッションペダルっていうものを使って例えばリバーブのかかりをだんだん上げていったりするんですけど、もう今これでやってます。わかりますか？今リバーブが深くなっていくと、リバーブがなくなって深くなる。通常こういったものを足元でペダルを使って行うんですが、このディメンションシフターを使うとこれがこのネックの動きで感情と直結して行うことができると。それが最大の特徴になっています。で仕組みとしてはこのストラップと一体になっているこちらがコントローラーで、これをですねこういうふうに伸び縮み伸縮させると足元にある、これ受信機がそれをキャッチして、そして足元の受信機から何かしらリバーブとかフェイザーとかマルチエフェクターに入っているワウとかね、変調させたいものにつなぐことによって、その効果を引き出すと、そういうふうな構成になっています。これによって従来足で行ってた作業をここでやることで全く新しい次元のプレイができると。でまず実際の操作はね超簡単に説明したいと思います。まず付け方なんですけど、もう超簡単です。ストラップにディメンションシフターをつけて、そしてここストラップピンをこうやって入れてカチャカチャ、これで OK。はい、電源ボタンを長押ししてつくと。そうすると足元にある受信機と連動します。このテンション感ですね、どのぐらいの硬さかっていうのもこっちで硬くしたり柔らかくしたりっていうのができます。で僕はねもう一番柔らかくするのが好みでした。これをどのぐらい引っ張った時に最大値に到達するのかっていうのも最小値と最大値を設定することができます。その調整方法ですが、こちら長押しすると、で緑色点滅になった時にまず最小値でもう一回タップして、そして例えば少しだけで最大値に到達するようにすると、じゃあ今度はたったこれだけですぐ最大値まで行くようになると。でホールド機能とかもありますね。そうするとホールドしたままになります。ではここから実際に音を出しながらこのディメンションシフトの世界体験していけたらと思います。はい、というわけで最初はこのワウを使ったプレイをね紹介してみたいと思います。ワウがね、足元じゃなくできるっていうのが一番わかりやすいですよね。こういうことができちゃうっていうね。例えば振り返りながらワウができますよね。メンバー振り返りながらとかできるし、またね足元ではやらないからこそ独特のプレイが生まれるんですよね。ワウをやるときは今回は LINE6 のマルチエフェクターにアサインしてます。基本的にこれはマルチエフェクターを使うことになるのかなっていう感じですね。個人的に結構使ってみていいなって思ったのがコードに対してのこれ。こういうプレイスタイルはねかなりやりやすい。であとは足を使ってないからこそボリュームペダルと併用することができると。こういうことができるわけですね。
ちょっと慣れるまでコツがいるんですが、これはまさにね D シフターならではの新しい音ですね。であとは地味にいいなと思ったのが、座った状態でワウが踏めちゃうんです。こうやって足をもうダラーっとして、これすごくリラックスしていいですよね。また明日は全く違う新しいワウのサウンドが生まれます。はい、次はトレモロにアサインしています。僕の大好きなストライモンのフリントにねアサインしてるんですが、これかなり直感的にトレモロがかけれるので結構感動してます。これカシオセッションという D シフターをね大量に使った演奏、この動画をねアップしてるんですが、その1曲目にね入ってるミラージュという曲で使ってます。これね病みつきになる、素晴らしいんですよね。でしかもこれもねまたねボリュームペダルとの併用がもう絶妙で、いやこういうのできるしね、リバーブとかねちょっと強めにかけてあげると、またなかなか聞いたことのないようなねエフェクトが作れたりします。そもそもトレモロっていうのは、フェンダーのアンプとかにつまみでくっついてて、それをなかなかエクスプレッション、変調させるっていうね発想に至りにくいんですが、このトレモロも本来であればこの曲の場面ごとで結構その強弱を変えたいっていう場合結構あるんですよね。例えばなんですけど、こうやってコードを伸ばす時には深くトレモロをかけたいんだけど、その間に入る、こういった時にはそこまでトレモロいらないんですよね。こういうのができる。こういう感じです。いや楽しいな。では続いてはリバーブですね。リバーブはエクスプレッションペダルにおいても定番のね変調先だから、イメージつきやすいかなと思います。まず入門編としてはすごくいい使い方になると思います。今回はストライモンのクラウドバーストに入れてまして、結構このすごい長い、ロングディケイが特徴的なエフェクターですね。でこれを東京という曲においてこういったようなねプレイで使いました。この単音のところはあんまりかけない。ただその後のコードのセクションに行くと思いっきりかけていく。であとソロの時とかもここから思いっきりリバーブであと圧を出していく、そんなプレーができます。はい、これね今回の D シフターを使ったサウンドの中で個人的に一番お気に入りです。でフェイザーにかけてるんですが、このフェイザーの速度をどんどん上げていく。
これがその激しいところと、そうじゃないところを行き来するっていうのがもうたまらなくて。やっぱこうやって思うのが、このフェイザーとか揺らし系のエフェクトって本当になんか1音単位でこう変わってもいいんだなっていう新しい視点をね与えてくれますよね。例えばここ強い状態と弱い状態で印象変わりますもんね。であとこれもすごいです。このアームがついたギターでボリュームペダルとそしてこの D シフターの組み合わせでこのエフェクトの変調、ボリュームペダル、そしてこうアームによるこうピッチのこうベンド、これをね全て同時にやるっていうね離れ技。でこの D シフターによって、パフォーマンスのこう変化っていうのはかなりね起きるような気がしていて、それがまず動きとかがやっぱねすごいなんか斬新な動きになりますね。なかなか今までのギタリストにはないこう足元をずっとこうペダルに置いてる感じじゃなくて、ずっとこうやって適宜移動しながらいろんな角度を向きながらでもペダルは変調できる。でこういったステージ上での動きがね自由になるっていうのももちろんですし、個人的にこれ一番革命的かもって思ったのがボリュームペダル、他のペダルとの併用ですね。でこのエフェクトコントローラーという形でストラップと一体化していることによってとにかくこう足が一個自由なんですよね。でそれによってボリュームペダルを踏みながらの操作ができると。これはねなかなか今までにはない発想をもたらしてくれるアイデアかなと思いました。あとはステージ上でもこう自分の存在感と音がリンクするようなその見え方をするんじゃないかなと思ってまして、今度ねライブでも試しに一回使ってみようと思います。では一旦ここで気になっている方に向けてこちらのディメンションシフターのメリットデメリット、というかこの機材の場合は強みと弱みですかね、まとめていこうと思います。実際に僕もこのディメンションシフターを使ってバンドで7曲ぐらいですねライブレックしてみたので、それを踏まえてのリアルな意見になります。でメリット強み、新しい音楽的アプローチが得られる。2つ目、足が解放されることで、単純にステージ上で結構気持ちいい。3つ目、音がモーションとリンクしてそれこそステージ上で存在感を放つ。4つ目はボリュームペダルと他のペダル系のエフェクターと併用ができる。そしてデメリット、弱みですね。当然ですが意図しないタイミングでエフェクターが動いてしまうっていうところはあります。でコツとしては0か100かみたいなそのパラメーターで動かさないようにすることがポイントです。例えばこれが0になった時に、リバーブが全くかからないじゃなくて、0でも少しかかるようにしておくと。でそれはペダルの方で設定できるんですね。だいたい各ペダルにはエフェクトコントローラーの最小値と最大値設定できるようになってます。それによって最小値を少しかかった状態にしておくことでこのデメリットを結構克服できると思います。弱み2つ目はストラップの高さの調整が必要ということになりますね。で基本的にこのストラップ一体型のエフェクトコントローラーという特性上ストラップが下すぎたり上すぎたりするとちょっと使いにくいんですよね。
僕はいつもギターこの辺で構えてるんですけど、それだと若干ちょっと肘が疲れるというか、この辺りにすることで、ギターの何でしょうね、この重力みたいなものを少し後押ししてあげることで簡単にコントロールできるようになるんですけど、極端にギターを高く構えたい低く構えたいという方にとっては少しこのストラップ位置の調整が必要になると思います。でまたおすすめなんですけど、ストラップをねこういうふうにスウェード生地みたいな布との摩擦が大きいもの、それをねチョイスすることでより演奏しやすいです。まとめると、ディメンションシフター、こういう方におすすめです。人と被らない新たな表現力を求める人、ステージ上でのパフォーマンスを重視するギタリスト、ボードにエクスプレッションペダルを増やせない人、自分のギター演奏にマンネリを感じている人、未来志向のギター演奏が好きな人、というわけで、今回はカシオさんから新たに放たれた全く新しいエフェクトコントローラー、ディメンションシフターをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。これめちゃくちゃ勉強になりました。やっぱりこういう新しいギター表現に出会える瞬間っていうのはもう最高の瞬間の一つです。ギターってどうしても古き良きものが正解になりやすい世界だと思うんですね。もちろんそれはそれで積み上げがあって素晴らしい文化なんですけど、こういう風に新しい演奏方法を提示してくれる機材、エフェクターって本当に尊いんですよね。表現の幅を広げるきっかけにもなりますし、こういうあり方もありだよねって気づかせてくれる。僕は今回このディメンションシフターを使ってギターの未来ってこういうチャレンジの積み重ねで作られていくのかなって思いました。こういう革新的なアイデアを形にするのってとてつもない労力がかかると思います。それをやってるカシオの開発チームの皆さん、ギター好きすぎでしょ。でギタリストとしてとても元気が出る新しいエフェクトコントローラーとの出会いでした。興味がある方はディメンションシフターぜひ手に取ってみてください。きっと新しい景色が広がると思います。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度僕のオンラインギタースクールソウルギターラボがオープンすることになりました。副島俊樹の直接指導と完全個別のカリキュラムで1年で確実にネオソウルギターが弾けるようになる全く新しい形のオンラインギタースクールです。ギターの構え方から最先端のネオソウルフレーズまで網羅した豊富なレッスン、全てのレッスンに連動したアウトプットのフレーズ集、24時間365日いつでも悩みを相談できるあなた専属のコーチ、全国から集まった共に高め合っていく仲間、ギター上達に必要な全てがここにあります。現在7日間の無料体験実施中です。ソウルギターラボであなたを待ってます。